んなこれ全部心斎橋商店街とは思ってると思うんだけど、実は違う。1日売り上げで言うたら大体1億ぐらいいったらしい。1億ですか。あまりに計画が壮大すぎて飛行場でも作るんかってバカにされたぐらいで、11年かけてやっとこの御堂筋が完成したの。どうもバンドです。今日はですね、西の銀座こと心斎橋に来てます。心斎橋エリアは大丸の発祥の地でもあり、心斎橋筋商店街を中心に大人の街東心斎橋と若者の街西心斎橋のアメリカ村などさまざまな顔を持つ大阪の南エリアの繁華街の一角を担っているエリアとなります。心斎橋の名前の由来や大丸の歴史なども触れていきたいと思います。では散策していきましょう。まずはこちら心斎橋の心斎橋に来ております。心斎橋筋商店街と心斎橋筋北商店街の境目に来ております。ちょうど栗佐長堀の地上の部分になります。実際に今は橋ではないんですけども、こちらに見えている石橋の跡は1909年に当時のものを再利用されたものとなってます。淀屋橋もそうなんですけど、大阪市内には200本ほどの橋が架けられていて、188本の橋が個人的に架けられた橋なんですよね。だから個人名が由来となった橋の名前も多くて、この心斎橋もそうなんですけど、岡田心斎さんっていう方が架けられた橋なんで心斎橋という名前が付けられました。心斎橋は1873年に鉄製の橋が架けられて、はい、1909年にさっき見た石橋の橋が架けられ直したっていう経緯があります。あの橋はじゃあ1909年からずっと架けられてるんですか。あそこに途中で撤去されてる。あ、撤去されたんですか。そう、長堀川が当時あってんけど、それを埋め立てて栗佐長堀ができたから、もう橋いらんなってなってんけど、いらんなってなって違うところに一回持っていかれてんけど、やっぱりこうシンボル的な何かいるだろうっていうので違うところに持っていった当時使ったその石橋をまたこっちに持ってきて使うことになったっていう経緯があるみたいですね。再利用っていう形で。再利用で、そう。あ、じゃあ実際見てたやつは100年以上前の橋が使われてるってことなんですか。あ、そう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 。へえ。ちなみに今のその石橋の前は鉄製の橋やってんけど、はい、その鉄製の橋っていうのが一応日本最古のものって言われてて、日本最古の鉄の橋ですか。そうで、今はそれを鶴見緑地の方に持って行ってるみたいから、興味のある方は見に行っていただければと思います。あそこの心斎橋にかかって鉄の橋が今鶴見緑地に移されてるんですか。そう。へえ。日本最古っていうので残してるんでしょうね。すごいですね。はい。この商店街からちょっと一本外れたところに来ました。外れてますね。はい。ここが旧三菱商事の大阪支店で使われてた大阪農林会館になります。ここが1930年に建築されてます。95年前。古いね。もうおよそ100年やね。確かにレトロな感じが伝わってきますね。戦後に農林省関係の建物として使われたから今の名称になったみたいですね。なるほど。ここやね、入り口。これも有形文化財に結構あんねんな。ありますね。有形文化財すごいなこれ。そのまんまじゃんこれも。すごいですね。字もな。シャンデリアもすごいですね。すげえすげえ。すごいな。なんかついてるね。階段もなんか。これすごいな。でかない？非常口の。めっちゃでかい。今まで見た中で過去一でかいよ。結構でも一般の人が出入りしてますもんね。飲食店が入ってるからやろな。地下は飲食店入ってますね。ほんまや。でかない非常口の看板全部。ご高齢の方もよく使うんじゃないですか。よっぽど不安症なんやろな、このビル建てたいと。この心斎橋のこの商店街って3つに分かれてて、はい、ちょうどここを境に本町の方までが千葉心斎橋商店街って言って、こっからさっき橋の上で喋ってたと思うんだけど、はい、そこまでが心斎橋筋北商店街。そっから向こう側のことを心斎橋筋商店街っていう。あ、じゃあ全部心斎橋筋商店街じゃないんですね。そうそうそう。心斎橋商店街と北と千葉とで3つに分かれてる。なんかそれぞれ特徴あるんですか。本町の方に行けば行くほど、はい、ちょっとお年寄り向きのお店が多いかな。で、あと難波の方に近づけば近づくほど若い方が行くようなお店が多いですね。あ、なるほど、じゃあ若い子はなるべく難波寄りの商店街に。若い子は難波寄りやと思う。千葉商店街でなんか買うってないんちゃう栗とか売ってるらしいや。なんか
栗好きはそう若くでも。若い子栗買わんやろ知らんけどここが大阪の大動脈になる御堂筋になります。おお、御堂筋。はい、100年前まではここ道もまだ6メーターぐらいしかなかったみたいで、幅が。でここずーっと住宅地やったみたいで、あ、そんな狭いただの道路だったんですね。ただの道路でめちゃくちゃ狭かったみたいやね。で当時6メーターで今これ何メーターぐらいまで。今これで44メーターぐらい。おお、7倍から8倍。この速度あるやんか、はい、これ多分4メーターぐらいかなと思うねんや。はい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 。これよりちょっと広いぐらいしかなかったと思うとすごいなと思うよな。すごいですね。草生えてるところぐらいまでの道しかなかったって考えたら相当頑張ってすごいな。作ったんですね。いやめちゃくちゃ立ち退き交渉大変やったと思うよ。相当距離あるやん、梅田から難波まで。いやすごいと思う。これ当時の大阪市長6代目に当たる人やねんけど、池田史郎さんっていう方がいてて、はい、7代目の大阪市長になる関はじめさんっていう方がいてんねんけど、はい、その方が大阪のこの大動脈となる御堂筋を作れって助言したみたいで、梅田を中心にこの南北につながるこの大きな道路っていうのを1933年に作られたっていう経緯があります。なるほど。当時は住民の方たちももちろんなんやけど、あまりにこう計画が壮大すぎて飛行場でも作るんかってバカにされたぐらいでそうなんですか。そう立ち退きもしたくないっていう人ももちろんいてるし、はい、その中この7代目市長の関はじめさんがみんなにこう頭下げて大阪の100年先を作るような大きな工事になるんですっていう未来を描いた話をして何回も説明会をして11年かけてやっとこの御堂筋が完成したっていう経緯があるんですよね。すごいですね。そうもう関はじめさんからしたらもう一大プロジェクトだよね、こんな。そうですね、ちなみに御堂筋を作るのに相当な時間とお金をかけてやってんねんけど、このやっぱ立ち退き交渉ってやっぱすごい難航したみたいで、このプロジェクトにこんだけの予算を使うっていうのが決まっててんけど、はい、その予算っていうのが全部立ち退き料で消えてしまうっていう事態になってしまったみたいで、立ち退き料ってすごいかかるんですね。しかもこう行政が立ち退いてほしいっていう場合はやっぱり結構高額言ってくれる場合があるから、民間同士の立ち退きやったら結構値段叩かれたりもすんねんけど、行政からの分で言うと半ばいいねになってしまうというか、もう時代も時代やったっていうのもあるかもしれへんけど、あともう是が非でもこれを完成させたいっていう関さんの思いもあったんかもしれへんけどな、そこは。すごい決意ですね。すごい決意やと思う。予算が立ち退き料で全部消えるってやばいよな。やばいですね。解体もできへんし道路も舗装できへんし何にも金ないもんな。まあでもこの関はじめさんっていう人がやっぱりめちゃくちゃすごい人で、一橋大学を卒業してはんねんけど、はい、その後大蔵省、今でいう財務省で働いて、その後新潟の学校に行ってその当時で23歳やってんけど、はい、教師をやりながら同時に校長までこう担って兼務して学校を回すっていう二刀流です。とてつもない人やって。二刀流です。二刀流やねん。大谷翔平じゃないですか。大谷翔平ぐらいすごいかもしれへんその後ベルギーに留学してまた日本に帰国して大学の講師をして大阪に戻ってきたっていう経緯がありますね。まあなんせすごいよな、二刀流が。すごいですね。しかも23やし、そんな人聞かんよな。聞かないですね。でこの関はじめさんは御堂筋を作る際に一緒に地下鉄も作るって言って、その時作られた地下鉄が大阪メトロ御堂筋線になんねんな。当時から御堂筋は圧迫感が出えへんように電柱をもう当時からこう地下に埋めたりだとか、両サイドにイチョウの木植えたりだとかっていう工事がもう当時からされてたみたいですね。地下鉄の方にもシャンデリアが設置されたりだとか、そういう景観にもかなりこだわって作ったみたいですね。おしゃれでもあり天才でもあるんですね。ただただ作るんじゃダメやと思ってはったんやろな、多分。そういう意味ですごいよな。すごいですね。ほんまにこう先の先まで描いてはったんやろうなと思うよな。ちなみに心斎橋駅は去年90周年を迎えて、大規模リニューアルされてるんだな。はい、今はないんやけども、当時使ったシャンデリアとかもモチーフにした LED 照明が使われたりしてて、かなり今綺麗になってます。ありがとうございますまあこうやって話したらカステラ銀荘さんへ着きました。ずっとありますね、ここに。これはずっとあるな。切ってますねなんで小声なんですか1952年創業の、はい、建物は1980年ですね。こちらが1952年にできたカステラ銀荘さんになります。
カステラで有名な長崎の文明堂ってあると思うんですけど、そこからののれん分けで作られたお店みたいなんですよね。そうなんです。はい。でもこの心斎橋でもう70年ほど営業されてます。おお、老舗歴史のあるカステラ屋さんですね。で昔はでもカステラっていうと全然日持ちもしなくて高級品とされてたんですけども、日持ちができる作り方を開発したのがこの銀宗さんで、その長期保存の仕方っていうのも特許申請して許可ももらって庶民に愛されるお店となっていったみたいです。ああ、そうなんです。はい。ちなみに2階がカフェにもなってるんで、またよかったら皆さんご利用してください。はい。こちらが心斎橋と関係性が深い大丸になります。1717年に大文字屋という呉服店として最初創業されたみたいですね。最初から大丸じゃなかったんですね。最初は大丸じゃなかったんですよ。で1726年に金融業もスタートさせて、当時は松屋っていう名前で開業されたみたいですね。へえ。後に1728年に名古屋では大丸っていう名前で出店したことがきっかけで、そこからこちらの方も大丸に名前が変わったみたいです。もともとじゃあ名古屋で大丸でやってたんですね。そう、大丸の名前は名古屋発祥なんやろね。だから会社の創業の名前で言うと大文字屋から松屋から大丸に変わっていったっていう感じだろうね。大丸の経営理念に戦技小売を掲げていて、これは顧客第一主義に徹すれば利益はおのずと後からついてくるという意味で、この経営理念は300年前に創業当時から変わっていない理念らしくて、1837年に起こった王将平八郎の乱の時に周りのお金を荒稼ぎしていた豪商や商人のお店がことごとく焼き討ちになっていた中、大丸は偽証なり犯すなかれっていう有名な言葉があって、焼き討ちから免れたくらい顧客第一主義を本当に守ってきた会社です。ちなみに偽証の義は正しい道という意味があって、正しい商売をしているって意味です。で2007年に松坂屋と経営統合して、2019年にこの心斎橋店が86年ぶりに建て替えられてグランドオープンされたそうなんですよね。この土地で大丸を守り抜いたっていうのがすごいよな。めちゃめちゃすごいです。めちゃくちゃすごい。これ見てたらこの長屋やもんな。この長屋からこんなん、そう、俺今その15年ぐらい前のドラマで「ジン」ってあったやんか、はい、医者が江戸時代にタイムスリップするっていうドラマやねんけど、大沢たかおですよね。そう、大沢たかおと綾瀬はるかとか中谷美紀とか出てんねんけど、めちゃくちゃ面白くて結構ハマって見とってんやん。前回の撮影でジンに出てきてた役の人も銅像で出てきてたから、俺はすごいこうなんか嬉しかったというか尾形公安さんっておるやん。はい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 。出てきたんですか。そう、あれだから多分薬作ってはったりとかな。だから医学系のはいはいはい。武田鉄矢が役者で陣で出てはって、それおもろいですね。そう尾形公安、僕名前の響きだけですごい好きだったんですよ。かっこいいよな、尾形公安って陣出てて尾形公安やばいやばい。やばいよな。ばいちょっと嬉しかったんだ。それやばい。なんか呉服屋さんって京都のイメージがあって、うん、みんな代々お金持ちの家系のイメージがあるんです。着物だけ売ってあんまりお金稼げそうにはないイメージでだけあるんですけど、どうやって稼いでたんかなと思いながら、そこら辺ってあるんですか？イメージ通りちゃう？イメージ通りちゃう結局でもそこからこう金融業にこう発展させていったというか、さっきの大丸みたいな感じですか？そう、当時で言うたら例えば着物っていうのはすごい高価なものやってんけど、それを商品を店に行って、またじゃあ後日また納品しますねって言ってまた持って行って、その時にまたお金回収してっていう、こう手間もかかるし高額商品やからなかなかこう売り上げも立てへんっていうのが反物商売というか着物屋やってんけど、はい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 。ただ三井財閥の越後屋って聞いたことあると思うねんけど、あ、はいはいはい。そこは切り売りしていくことで、切り売りって服をですか？服をだから買いやすい価格にこう下げることで、下げるけど店頭販売でその場で現金も回収するよっていうスタイルをやったことで、めちゃくちゃそれがうまくいったみたいで。現金オンリーでってことですか？そう、今までやったら現金の回収までも時間もかかるし高額商品やからなかなか売れないしっていうところだったのを切っていって、単価を下げて店頭で現金でやり取りすることですごい売れたみたいで。どれぐらい売れたんですか？1日の売り上げで言ったら大体1億ぐらいいったらしい。1億ですか？そう、服だけで300億円ぐらい年間で売り上げ上げてたんですね。っていうことやろうな。えげつないですね。1日に1億売り上げあったわけやんか。はい。で今みたいに銀行とかもあったわけじゃないし、はい、とんでもないこう現金が手元にあるっていう状態やっていうのもあって、金や銀や銅とかに変える両替商をやったりだとか、お金を貸す金融業にも手出したりだとかして、それで一気にまたこう財を成したみたいやね。
じゃあ服売るだけじゃなくて金融業で結構当てたんですね。服売るだけじゃ難しかったかもしれんな。着物を売る顧客先ってそこそこ所得も高い人たちやったと思うねんな。ああ、着物って高いから、その情報が持ってるっていうのもその両替商とか金融業に行ったきっかけの一つやったかもしれへんよな。ああ、なるほど。その顧客情報を持ってたっていうのかな。知らんけどな。こちらがですね、西心斎橋とも言われている心斎橋の西側にあるアメリカ村になります。はい。2500店舗ぐらいさまざまな店舗が古着屋とか乱立してるんですけど、古着屋さんもそうやし若者向けの店がたくさんあります。おお。もともとはここって倉庫とか駐車場とかそういう街やったみたいなんですけど、ただ向こう側にね有名な三角公園とあるんですけど、三角公園の近くに1969年にループっていう喫茶店ができたんですよね。そのループっていう喫茶店ができて、そこにすごい若者が集まるようになって、どんどんこういう街に変わっていったっていう歴史があるみたいですね。もともとこういう店はなかったみたいですね。結構最近なんですね。結構最近だからもう60年前ぐらいに若者が徐々に集まりだした。徐々に集まりだして、そのループがきっかけで1970年代にアメリカの西海岸から輸入した服を販売するお店ができたことがきっかけで、この辺りがアメリカ村って呼ばれるようになったんですよ。なるほど。こちらがビッグステップになります。大阪市立南中学校の跡地に建設されました。ちょっともう一回いいですか。マリオカートやな。マリオカート来たで。これなんか一時期問題になってなかったですか。問題になってん、まあ、継続中じゃんこんなん。ではこちらがビッグステップになります。結構いろんなお店入ってますね。はい、ここは大阪市立南中学校の跡地にできたみたいで、1993年にこのビッグステップができたみたいです。うちのこの撮影してる筋肉と同い年です。僕と同い年です。はい、31年ゴールドジムも入って。もう31年も経ってんな。昔セレクトショップばっかりでしたけどね。そうしたっけ。そうなんですよ。でもスタバ入ってるんで、スタバあったら大丈夫。スタバあったら大丈夫やな。まあ安心。安心やわ。マーケティングの神様やからもう。あれがですね、はい、このアメリカ村のシンボルになります。ピースオンアースの壁画です。有名なんですか。これ有名なんかな。誰も見てないですね。誰も見てないわ。できた当時はでもなんか注目されてそうですね。また一応シンボルやねここ。ちょっとまた来ました。追っかけ回したのかお前。今これどこ向かってるんですか。今からね、オムライス発祥の地北極星に向かってます。おお、はい、今から向かってるってことは本店とかなんですか。ここ本店です。おお、こんなところにあるんですね。はい、こちらですね。これオムライス屋さんなんですか。今オープンです。おお、並びますか。はい、並びましょう。こちらがですね、オムライス発祥のお店北極星です。この建物は昭和25年に高島屋がおもてなしをするための建物として建築されたみたいですね。北極星として建ったわけはないですね。そうなんですよ。その後に北極星さんが昭和54年に北橋っていうお店でオープンして、平成元年にオムライス専門店としてオープンしました。へー。オムライスの発祥自体は北極星の前身にあたるパン屋の食堂っていう名前で1925年に大阪の浪速区から発祥したのが始まりのようですね。オムライスの発祥がってことですか。そうです。オムライス自体の歴史100年ぐらいなんですね。じゃあちょうど100年ぐらいやね。おお、99年。この和風な建物の中でオムライスを食べるっていうのが観光の名所にもなってるみたいで。今から食べるんですか。今から食べるつもりで11時半オープンやったんですけど、11時35分ぐらいに来たんですけどね、もうめちゃくちゃ並んでたんで今回諦めます。もう今日は無理です。すいません。はい、また次回どっかのタイミングでお見せします。これなんですか。これミッテラですね。ミッテラって何ですか。お寺。あ、お寺。ホテルって書いてますね。そう。あ、でもミッテラって書いてますね。ミツテラ。ちょっと入ってみる。はい。お寺の上にホテルが建ってるんですか。そうやね。お寺の上にホテルがあんねんな。これもおそらくやけど空中権っていうのがあって、このお寺がこのお寺の上に建物を建ててもいいよっていう空中権をこのホテルに売ったことで、このホテルが建築できるようになったっていう経緯やとは思う。そんなことあるんですか。なあ、もうそんなことあんのって感じよな。でもやっぱこう大阪の大動脈でもある御堂筋沿いやからこそできるところなんじゃないんかな。へえ、すごいな。借地的な扱いの契約になってるんかもしれんな、このホテルとミッテラが。
では今回もご視聴ありがとうございました。今回は震災さんかな、岡田震災さん、心斎橋の名前の由来が震災さんから来てるっていうのが僕が一番興味をそそるところではあったかなと思います。やっぱり前回のその淀屋橋もそうやろうし、これからいろんな橋の紹介も多分出てくると思うんやけども、やっぱり個人名が由来されている橋がたくさんあるっていうのがすごい興味深いと思います。今後もこういった歴史に触れた動画を回しつつ不動産にも少しずつ触れていきたいと思うんで、今後もご視聴よろしくお願いします。